皆さんこんにちは、わたたびです。今回は新潟県にあるレトロな温泉地に宿泊します。老舗旅館の特別室が驚くほどお手頃価格で、客室も一目ぼれして迷わず予約してしまいました。場所は新潟県の下越地方に位置する阿賀野市。3つの温泉地で構成される小津温泉郷、その一つの村杉温泉を目指します。今回も寄り道しながら向かいます。あともうちょっとで到着します。雪は降ってないんですけどね、地面はツルツルで滑ります。こちらですね。でも除雪はしてあるね。はい、いけそうな気がします。でも除雪してるのかな、ちょっとそれがしてなさそうか。左って書いてあるもんね。してないね。ダメだ。いけない。くっそ、いけないぞ。でも車が通った後はある。この先は雪の塊があってちょっと進めないんで、こっからはね、歩いて向かいたいと思います。はい、それではね、こっから歩いていきたいと思います。よいしょ。こんな状況なんで、もしかしたら滝まで行けないかもしれません。冬季閉鎖とはね、書いてなかったんで、どうなんでしょうか。タイヤの跡があるんですごく助かります。めちゃくちゃいい天気です。で、駐車場まではね、結構歩きます。どれぐらいでしょう。300メーター、400メーターぐらい歩くと思います。昨日の夜に雪が降ったみたいで、雪はすごく柔らかいです。で、一応ね、スノーシューとかも買ったんですけどね、ネットで買ったんで、ちっちゃいスノーシューかと思ったら、雪山をね、登るような、すごい大きなスノーシューだったんで、今はね、長靴で向かってます。つららがすごいですね。で、まだ1月の末で、気温もマイナス4度とか、それぐらいなんで、滝はね、凍ってないと思います。以前来た時はね、この道から来ました。もうさすがに除雪されてないんで、こっから来ることはできません。除雪されてなくても、かなりね、険しい道になります。クマ、スズメバチ、イノシシが出るみたいです。クマは冬眠してるとは思うんですけど、一応ね、クマスプレーを持って行ってます。で、クマの冬眠を起こしてしまうかもしれないんで、クマ鈴はつけずに向かってます。はい、白玉の滝まであと100メートルですね。前回来た、まだ記憶に新しい滝なんですけど、すごく綺麗だったんで、雪の白玉の滝も見てみたくて、また来てみました。はい、こちらがね、駐車場ですね。歩いて5分ぐらいで来ることができました。はい。で、ちょこちょこ足跡が残ってるんで、来られてる人もいてるんだと思います。はい。こんな感じで道ができてるんで、すごくありがたいです。
誰か来てなかったらスノーシューじゃないと絶対に行けない場所です。はい、ようやくね入り口に立つことができました。で、滝はですね、ちょっとね山の中を入るんですけど、2、3分で見ることができます。うわ、すごい。この先を100メートル進んだところに白玉の滝があります。冬の滝を見に来る機会がないんですけど、こう見てみるとやっぱりすごいですね。迫力があります。ここからね勾配になってるんですけど、滑らずに行けるでしょうか。どこが階段なのかも雪でわからないですね。この足跡をたどってます。水量は少ないんですけど迫力があります。で、滝の周りはですね、徐々に凍ってきてつららができてきています。あちらに祠があるんで、お参りしてから、戻りたいと思います。よいしょよいしょ。いや本当にね、これ誰か来てくれてるおかげで、楽に来ることができました。ありがとうございます。はい、こちらですね。いやー、すごくね綺麗でした。個人的には夏の方がやっぱり、緑が生えて綺麗なんですけど、静寂でモノトーンなこの世界観もねすごく良かったです。いや、それにしてもこの雪の中を強行突破した車もすごいですよね。多分ここはね除雪の対象になってない場所だと思います。民家がね見えるあたりまで戻ってきました。マイナス4度5度といえど、こう歩いてたらねやっぱり汗かいてきますね。はい、それではね温泉街の方に向かいます。温泉街の方にですね道の駅があったら寄ろうと思ったんですけど、なかったんで反対方向にはなりますけど、そちらの道の駅に寄りたいと思います。はい、こちらですね。田上というね道の駅に到着しました。こちらでご飯を食べてから温泉街の方に向かいたいと思います。梅干しがたくさん売ってますね。これ新潟で見るよね。私好きなやつ。なおこは、これ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 。うわ、
すご。そういなり、そばいなり。そうすごいよ、チャーシュー丼とかいろいろあるね。こちらにね、梅干しスタンドっていうのがあります。こっから好きな梅干しを3粒で500円。田上さんのコシヒカリのご飯付きで600円です。ちょっとね、変わった梅干しが多くて、ビール梅とか、キムチ梅、みかん梅、黒梅とかね、見たことない梅がたくさんあります。こちらの梅は、ほとんどね、和歌山県の田辺市で採れた梅みたいです。この道の駅のおすすめの梅は、星の梅とからし梅太鼓っていうのと、あとみかん梅だそうです。新潟県といえばね、このタレカツ丼ですよね。あとね、こちら梅が有名なのか、梅がたくさんあったんで、優しい梅ソーダっていうのもね、頼みました。美味しいね。いただきます。3枚入ってますね。揚げたて。うまい。タレカツ丼をね、初めて食べたんですけど、天丼のタレの味ですね。すごくね、美味しいです。美味しいわ。ごちそうさまでした。ちなみにこちらのカツは田上ポークみたいです。雨がね、めっちゃ降ってきました。雨というか、雹ですかね。こちらの道の駅はですね、ローソンが隣接しているんですけど、そのローソンでね、コーヒーを買って、で、一番くじがあったんで、運試しで引いてみたらね、こんな大きい唐揚げくんのぬいぐるみが当たっちゃいました。こんなことあるんですね。ローソンのコップとかが欲しかったんですけど、こんなね、大きいのが当たっちゃって、旅中なんで、こんな大きいぬいぐるみがあったら、ちょっと困りますね。はい、それではね、温泉街の方に向かいます。温泉街はですね、ここから29キロで42分で到着するそうです。朝はマイナス5度しかなかったのに、今は大雨です。ちょっとね、今回はいいお部屋をね、予約したんですけど、もしかしたらこの雨で雪が溶けちゃってるかもしれません。間もなく到着します。この信号右ですね。よいしょ。お客さん多い。よいしょ。村杉温泉に到着しました。で、こちらはね、入り口になります。万病の湯、子宝安産の湯として古くから愛されてきた温泉で、観光地化されすぎていない落ち着いた雰囲気が特徴です。起源はですね、今から約700年前の1335年に足利家の武将だった荒木正隆が薬師如来のお告げによって発見した温泉だと伝えられています。それではね、早速、温泉街の方を散策してみたいと思います。この温泉地はね、本当にすごく小さな温泉地で、こんな感じでですね、レトロな街灯がこの温泉街に続いています。すごく昭和レトロな街並みです。
歓楽街はないので、こう賑わってるっていう感じはないんですけど、車通りはね、結構激しいですね。菅神社。この先に神社があるようですね。ちょっと見てみます。わ、ダメですね。神社を見に行こうと思ったんですけど、誰もお参りしてないんで、膝よりね、上まで積もってしまってます。はい、この神社はね、諦めます。よいしょ。はい、こちらは共同浴場の薬師の湯です。ここの温泉に入らないとね、この温泉について語れないんで、昨日下見がてらにですね、こちらの共同浴場入浴してきました。湧出量は毎分483リットルも湧いてて、源泉は村杉温泉内のすべての温泉施設に分湯されてます。入浴料は400円で、入り口がね、こんな感じで男女分かれてるんですけど、男女の入り口の間にですね、番台があります。入浴券は発券機で購入します。洗い場が6個か7個あって、浴槽は広くもなく狭くもなくて、泉温は41、2度ぐらいです。で、泉質はですね、ラジウム温泉で放射性物質を多く含む花崗岩の成分が溶けて湧き出した温泉です。国内でも希少な泉質で、特に適応症の治療に役立つ療養泉として環境省から認定を受けています。村杉温泉のラジウムの含有量は日本一とも言われてます。微量の放射線は細胞を刺激して免疫力を活性化させるホルミシス効果があります。ラジウム温泉の主成分であるラドンは皮膚からも吸収されるんですけど、空気中に飛散したラドンを呼吸によって取り入れる吸入法もおすすめです。吸入法は露天風呂よりも湯煙のこもった内風呂で入浴する方が効果的です。こちらの共同浴場の先にですね、足湯があります。こちら飲泉所でしょうか。あ、飲用は不可みたいですね。この清水は最新の水質検査の結果、飲用の水質基準を満たしておりません。飲用しないでください。飲用される際は自己責任でお願いします。一応飲んでもいいみたいなんですけど、もう完全自己責任になるようです。はい。で、こちらですね。こちらが足湯ですね。足湯はこんな感じで結構広いですね。協力金100円で利用することができて、ジェットとバブルで足裏マッサージの3種類の足湯が楽しめます。正面から見て左側がジェットバスで、右側が足裏マッサージで、正面がジャグジーになってます。足湯の営業時間が10時から18時までです。協力金はですね、この石の中にね、お金を入れるみたいです。で、この先にですね、薬師堂があるみたいなんで、ちょっと行ってみます。
で、こちらがですね、薬師堂ですね。参拝したいと思います。はい。たどり着きました。こちらが薬師堂です。かつてこの薬師堂の回り縁には元気になっていらなくなった湯治客の松葉杖がたくさん奉納されていたそうです。怪我や病気が治ることから村杉温泉には医者が育たないと言われているそうです。それだけ怪我や病気に効く温泉なんですね。これウサギの足跡っぽいですね。歩いた跡が残ってます。来たのはいいんですけど、これ帰るのがね、めっちゃ怖いです。あ、こっから見る眺め、すごくレトロでいいですね。今回宿泊するのはね、こちらの右側の旅館になるんですけど、一旦ね、温泉地のこの端っこまで行ってみます。割烹旅館室町、いいですね。もうここでね、温泉地は終わりですね。はい、大きい道路に出てきました。はい、こんな感じの小さな温泉地になります。こちらの共同浴場なんですけど、こんな悪天候の中でもね、ひっきりなしにお客さんが来ます。すごい人気ですね。はい、それではね、宿の方に向かいます。なかなかの門構えで緊張するね。はい、到着しました。はい、到着しました。今回宿泊するのはこちら、風雅の宿長生館です。それではね、早速チェックインしたいと思います。入り口入ってすぐこちら右手がですね、フロントですね。で、こんな感じの空間になってます。すごい。天然ラジウム石。こちらがロビーになります。で、ロビーの横にですね、ウェルカムドリンクがあります。ローズマリー緑茶とかラベンダーほうじ茶とか黒文字茶にルイボスグリーンっていうのがね、無料でいただけます。はい、でこのラウンジのこちらにですね、700円でビールがいただけるみたいです。はい、でこちらにはですね、ラジウムの飲泉ができるみたいです。せっかくなんでね、一杯いただきます。特に味はしないですね。普通の美味しい水です。飲泉所の横はですね、中庭があります。いや、綺麗ですね。で、この中庭の前にはがっかりガチャっていうガチャがあります。ちょっと一回やってみます。100円でがっかりできるみたいです。なかなかインパクトありますね。あ、もうすでにがっかりした鈴が1個入ってました。これは確かにがっかりですね。さらにがっかりポイントはね、鈴に紐もついてないですがっかりガチャなんですけど、なんかこうほっこりさせてくれるガチャですね。こちらは売店ですね。瓦ラスク。いや、めっちゃ大きいです。本当にね、瓦ぐらいの大きさがあります。
こんなん初めて見ました。新潟カレー、佐渡の地獄のカレー。クラフトビールが、売ってます。あとはこちら地酒でしょうか。安田ヨーグルトの、バニラアイスとかね、ラジウム甘酒。こんな感じでですね、お土産の種類も豊富ですね。で、こちらにですね、何かありますね。これはどういった空間でしょうか。こちらの陶器がね、販売してます。しかも100円とか200円で売ってます。いや、めっちゃ安いですね。で、こちらにはですね、大浴場があるんですけど、もちろんね、映すことはできません。こちらのフロントがある階はですね、2階になるそうです。今回宿泊するお部屋は離れになります。それではね、お部屋の方見に行きたいと思います。はい。フロントを通り過ぎて、こちらになりますね。結構遠いですね。離れなんで仕方ないですね。ここから先はですね、宿泊している自分しか通ることはできません。なので、ここから先はね、完全自分だけの空間になります。はい。今回宿泊するお部屋がですね、こちらの緑水庵というね、過去上位を争う素晴らしいお部屋で、露天風呂付きの特別室となります。それでは、中を見てみたいと思います。まずこちら玄関なんですけど、かなり広いですね。で、こちら玄関にはですね、茶葉のお香があって、すごくいい香りがします。入ってすぐにですね、こちら扉があります。で、こちらにも扉があるんですけど、どっちから入っても同じ部屋になります。で、こちらには額が飾ってあるんですけど、これはどなたかの作品なんでしょうか。全然詳しくないんでわからないですけど。で、この突き当たりにもですね、まだ、通路が続いてるんですけど、まずね、こちらのお部屋から見てみたいと思います。はい、こちらのお部屋は、こんな感じですね。とにかく広いです。こちら13畳ありますね。で、向こうにもまだお部屋があるんですけど、向こうは12畳あります。はい、まずこちらのお部屋はですね、こんな感じで、純和室になります。すごくね、高そうな、壺とか、あと掛け軸が飾ってあります。扉入って、すぐこちらにですね、ポットやね、コーヒーがあります。次はこちらのお部屋ですね。はい。この隣の部屋は、こんな感じの12畳の間になってます。シンプルなお部屋なんですけど、重厚感があります。こちらにはですね、置物があって、で、こちらにも、茶葉の香が焚いてあります。こちらはクローゼットで、もうちょっとかけさせてもらってるんですけど、はい。普通の、クローゼットです。端から見るとこんな感じです。いや、とにかくね、広いんですよ。で、またこれだけじゃなくて、こちら左側にはですね、広縁があるんですけど、この広縁の目の前がですね、中庭を眺めることができます。いや、これはめちゃくちゃ良くないですか。こちらにはマッサージ機があるんで、本当にもうゆっくりくつろげますね。で、こちらの部屋からもですね、外に出ることができます。うわー、すっごい。広縁の外は、こんな感じの回り縁になってます。ずっと雪だったのに今日だけ雨なのが残念なんですけど、こんな感じの白い雪をまとった、中庭を眺めることができます。
すぐ目の前にはですね、こう池があって、錦鯉ですかね、鯉が泳いでます。池の水もすごくクリアで綺麗です。いや、これは本当にすごいです。あ、こちらは何なんでしょうかね。こちら喫煙所になりますね。部屋からの眺めはもしかしたら過去一番いいかもしれません。はい、こんな感じのお部屋です。でこちらの広縁の、右端にですね、こちら冷蔵庫ですね。日本酒とか、あとウーロン茶、サイダー、オレンジジュースにビールがあります。ただこちらの飲み物はですね、有料になります。この冷蔵庫の前にも小さな扉があります。こっちの部屋に行くだけでしたね。はい。ちょっと小粋な扉があります。こちらのお部屋はこんな感じでした。で、次はこっちですね。今、こちらが玄関で、玄関入って、この突き当たりを右に行くと、お風呂があります。で、この廊下もですね、ストーブが焚いてあるんで、すごくあったかいです。ここにも茶葉のお香があります。で、こちら洗面所になります。流し台が2つあって、すごくね、広いです。で、こちらにもですね、ストーブが焚いてあるんで、すごくあったかいです。で、こちらの洗面台には、こんな感じでスキンケアローションなどが置いています。で、こちらが、内風呂ですね。はい。今ちょっとお湯を溜めてるんですけど、こんな感じの木の内湯があります。で、こちら左側にはですね、洗い場があります。で、この向こうがですね、露天風呂になります。めっちゃ良くないですか。この寒い中入る露天風呂はきっと最高だと思います。横はですね、こんな感じで雪が積もってます。フロントに、言うと、こちらの温度のね、調節をしてくれるそうです。すごくね、温泉のいい匂いがします。こちらのお部屋のいいところはですね、ラジウム線ってこう入浴もいいんですけど、露天風呂だったらね、気化したラドンが流れていってしまうんですけど、こちらには宇宙があるんで、こちらで吸入法を楽しむことができます。洗面台のこちら手前にですね、トイレがあります。洗面台と、そしてこちら男用のトイレですね。男性はね、浴衣だったらちょっとトイレしにくいんですけど、男性用のトイレがあるのは嬉しいですね。で、こちらが、洋式のトイレです。はい、こんな感じのお部屋になるんですけど、どうでしょうか。あと気になるのはお料理とお値段ですね。こちらチェックインした時にね、こちらのパンフレットをいただいたんですけど、この近くにですね、氷湖っていう湖があるそうなんですけど、こちらで白鳥が見れるみたいです。知りませんでした。で、結構ね、有名みたいで、白鳥が何千羽もおって、で、こう一斉にね、飛び立つ、シーンとか、見れるみたいです。3月ぐらいまでしか、見れないみたいなんで、明日の朝ね、行ってみたいと思います。で、こちらね、館内の案内図になるんですけど、大浴場と、露天風呂があります。こちらの露天風呂がですね、1000坪の庭園大露天風呂があるみたいです。トンネルをくぐった先に露天風呂があるそうなんで、すごく楽しみです。こちらの温泉は、冷光線で加温してるみたいです。で、こちらの大露天風呂の方にはですね、源泉の浴槽もあるみたいで、
静音の方が26度ぐらいしかないんですけど、こちらのお風呂の楽しみ方は、この換温された露天風呂と、26度ぐらいの冷光線をね、交互に入って整うみたいです。で、こちらにはね、貸し切り風呂が3つあるんですけど、2000円で入浴することができます。3階、4階、5階はですね、すべて客室になるんで、こちらはもう行きません。はい。お部屋に内風呂と露天風呂があるんで、入りたいと思います。内湯から入ります。よいしょ。あ、めっちゃちょうどいい温度です。木のいい香りがしてて、すごく落ち着きます。はい、それではね、露天風呂に入りたいと思います。いや、めちゃくちゃ寒いです。よし。露天風呂なんで、内湯よりは若干ぬるめになります。でもね、温度調節できるみたいなんで、後でね、少しだけ温度上げてもらうようにお願いしときます。これは贅沢ですね。こちらののれんを少し上げました。上げたらですね、雪が積もった中庭があって、で、目の前にはね、池があって、で、また鯉が泳いでてね、本当に贅沢です。それにしても耳がめちゃくちゃ冷たいです。こちらがね、回り口なんですけど、中庭に行けるみたいですね。ちょっと足元はぐちょぐちょなんですけど、せっかくなんでね、行ってみます。よいしょ。この鳥居の奥にですね、祠があります。で、周りはこんな感じですね。はい。はい。夕食は、こちらです。今、こちらで、ご飯を炊いてくれています。白いお豆腐のようなものは、この辺が、安田ヨーグルトさんなんてご存知ですか？ご存知です。すごい。そこから仕入れた牛乳で作ったお豆腐です。これヨーグルトのお豆腐ではなくて、牛乳とごまとくずでこう練り上げた三六豆腐っていう名前を使ってます。大豆は入ってない？大豆は入ってないです。あと新潟の名物のこちらかきあえなますって言って、根菜とあと菊、お野菜もちょっと入ってますが、ごま酢だれでこうあえてて、これは家庭料理の一つで、はい、お祝いの時とかに出てくるお料理です。こちらにはですね、牛が入ってるんですけど、焼くんじゃなくて蒸すんですね。ラジウムの源泉を使って蒸しているみたいです。いただきます。よくね、このお料理は出てくるんですけど、結構ね、あっさりというか煮浸しみたいな感じのが多いんですけど、こちらまた違った味で少し酸味も効いてて美味しいです。飾り包丁が入ってるんで、ちょっと何かわかんないんですけど、いただきます。くわいかな。冷たい煮物になってるんですけど、味がよく染みてて美味しいです。お酒が飲めないんで、こちらのマンゴージュースにしたんですけど、ラジウムの炭酸割りになります。こちらね、牛乳のお豆腐ですね。大豆は一切入ってないみたいです。もう名物ですね。この牛乳の。うまいぞこれ。牛乳の感じはすごくあるんですけど、牛乳ってこういう出汁にも合うんですね。滑らかですごく美味しい。すいません。次のお料理が来ました。こちら、寒ぶりですね。味噌高あ焼きでしたかね。はい、こんな感じでお刺身とかね、焼き物とかいろいろ来ました。お肉が蒸し上がりました。いや、すごく美味しそうです。
こちらのごま酢だれっていうタレをねつけていただくみたいです。油乗ってるね、すっごく。でも蒸すことによって余分な油が落ちてるのかな。酸味もそこまで強すぎず、すごくあっさりしてて美味しいですね。お肉はすごく油が乗ってたんですけど、このタレで食べることによってすごくねあっさりしますね。野菜もお肉も蒸すとこんなにも美味しいんですね。もうペロッといただきました。でこちらはね、牡蠣のみぞれ蒸しですね。この大根にちょっとカニの身を混ぜてるんですかね。でその下にはですね、牡蠣が、2つ入ってますね。これぐらいの大きい牡蠣が2つ入ってて、せっかくなんでね、牡蠣と一緒にいただきます。うめ。美味しい？牡蠣は美味しいですね。はい、お米が炊き上がりました。でこちらは笹上さんのコシヒカリで、この辺りでね、収穫されたお米みたいです。美味しいお米が炊けたところで、こちらのお刺身いただきます。南蛮エビとカンパチとで、サワラですね。うまっ。ね、甘エビ美味しいよね、すごい。甘っ。すごく美味しかった。すごくトロトロで甘みが強くて美味しいです。厚切りですね。でもこのカンパチ脂乗ってますね。すごく真っ白です。ちゃんとね、カンパチ特有の歯ごたえも残ってて、脂が甘くて美味しいですね。サワラですね。寒サワラいただきます。皮の表面は炙ってます。脂乗って真っ白です。もうね、醤油がね嫌がってね弾きますね。炙ることによって香ばしくて美味しい。ご飯のおかわりいただきました。こちらはですね、大釜で炊いたお米みたいです。はい、こちら最後デザートですね。ミルクプリンになります。このミルクプリンの上にいちごクリームがね、添えてあります。うまっ。これめっちゃうまいやん。そう。濃厚やね。すごくこのいちごのクリームがめっちゃうまい。でこの牛乳プリンとの相性抜群です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。さすが新潟ですね。ご飯も4杯おかわりしてもうお腹いっぱいです。おかず自体はですね、正直そんなに多くはないんですけど、おご飯のおかわりができて、お漬物とかね、ご飯のお供がたくさんあるんで、お米をいっぱい食べちゃいました。どのお料理もね、本当に美味しかったです。お料理持ってきてくれる方がですね、すごくね、気さくな方で、いろんなお話をしていただきました。接客対応No.1だと思います。せっかくね、お部屋に内風呂と露天風呂があるんで、入りたいと思います。寒いんで、まずこちらの内湯で体を温めてから露天風呂に行きたいと思います。よし。2人で入るにはめちゃくちゃ狭いです体温まったんで露天風呂に入ります。おさっべえめちゃくちゃ寒い。めっちゃ最高です。で外は雪も降ってて、これぞ雪見風呂ですね。お湯の温度もね上げてもらったんで、すごく気持ちいいです。体も温まったんで、今日は寝たいと思います。おはようございます。朝風呂に入りたいと思います。
中で体を温めてから露天風呂に行きます。よいしょ。いや、寒い。あ、昨日そんなに雪が降らなかったんですね。好きな時間にお風呂に入れるのは贅沢ですね。それでは白鳥のいる湖に向かいます。ここからね約10分ぐらいで到着するようです。この辺りですね。はい、到着です。鳥の鳴き声がめっちゃしてますね。白鳥だけじゃないんですね。なんかカモみたいなのがたくさんいます。いっぱいおる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。この白鳥の数よりもこのカモの数に驚きました。で、こちらのね建物で鳥の餌を買って餌付けができるみたいです。遠いシベリアからね毎年ここにやってくるそうです。いやー、なんだか踊りたくなりますね。白鳥の湖だけに。本当はねこの白鳥が一斉に飛び出すシーンとか見てみたかったんですけど、ちょっと朝食の時間に間に合わないんで戻ります。それではね宿の方に戻ります。めっちゃ山が綺麗。すごっ。めちゃくちゃ綺麗です。あと5分で朝食の時間です。ちょっと急ぎます。朝食が出てきました。おかずの種類はこんな感じです。こちらは湯豆腐で、もうだしにね味がついているみたいです。こんな感じで全てね地のものを使ってるんですかね。あ、うまっ。ご飯のおかわりもねできるみたいです。おぼろ豆腐なの。地のもの食べてるっていう感じがする。安田ヨーグルトですね。全然おかず食べてないのにもうご飯2杯目きました。おかずいっぱい残ってる。そう、新潟は米がうまい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごくね美味しくて、ご飯もね無限におかわりできるんでお腹いっぱいです。朝ごはんも食べて温泉にもまた入ってきました。で、こちらの気になるお値段の方なんですけど、こちらのお部屋はすごく広くてね、あと内湯と露天風呂もついてて、で目の前はですね、こんな感じの雪景色が広がっていて、で池があったりね、鯉が泳いでたりするんですけど、こんないいお部屋でですね、10万円はね軽く超えるんかなと思ってたんですけど、大人2名1泊2食付き、なんと6万9300円でした。1人当たり3万5000円で宿泊することができます。本当に安いと思います。安い理由なんですけど、今ね冬の遮音セールっていうのをやってて 30% オフになってました。いつまでこのお値段で泊まれるのかはわからないですけど、今この冬の期間はですね 30% オフみたいです。こんなね
癒しのプライベート空間で69,300円は本当に安いと思います。行ってみたいなって思う人はぜひ泊まってみてください。チェックアウトしようと思ったんですけど、せっかくなんでもう一回露天風呂に入ってからチェックアウトしたいと思います。ホカロン靴下。この廊下もですね、もうこのお部屋のプライベート空間になります。いいですね。ギリギリまで温泉入ってたんで、もう自分一人だけ汗だくです。暑い。やっぱラジウム温泉って体の芯から温まりますね。